ょっとブサイクすぎないこんにちは、アイボンです。今日ついにこの子たちは大人になる予定なんです。楽しみすぎる。リクエストいただいてたラボタマにも行ってきましたよ。私が行ったお店はラボタマが子供が遊べるように低い棚に設置してあるんですよ。大きいお友達の私はしゃごまないとできないので、腰痛くて同じ姿勢でいられないので動きながら撮影しております。手ぶれが激しいので画面酔いにご注意くださいませ。それではラボタマの新要素メタフォムッチの様子をご覧ください。どうぞ。はい、最初の映像はここまで。新色が発売したばかりなので、いろんな人がラボタマを利用していて、一回遊んだら他の人に譲ってまた順番マッチしてという形でやってきました。ビッグたまごっちで分かったことをお伝えしますね。最初にオレンジの子がいたので、そのままダウンロード選択してラフレシアみたいなクッションもらってきました。あ、ちょうど遊んでくれてる。これです。かわいいでしょ、クイックイッチ。大丈夫かな、クイックイッチ。これラフレシアに食べられちゃわない？遊具として飾ってありますよ。この南国の草原にラフレシア似合うでしょ？昔の動物の森思い出しちゃった。森に帰りたくなったよ。若い頃、私の弟の森にこれ咲いてました。そしてラボタマの細胞を見たらハイビスカスがあったでしょ？天空の虹ドーナツって餌をあげましたが、細胞を見ると小さな雲が出てきたの。わかりました？2回餌やりしただけでは変身しませんでしたね。他の人が遊んだ後にまたチャレンジしてきましたので、その様子もご覧ください。どうぞ。ほら見て、だんだん雲が大きくなっていくでしょ？ついにハイビスカスが消えて雲が大きくなった。進化した。早速新しいアイテムをゲットしました。全部で合計5回ぐらいあげたかな。新しいエリアのタマッチョキャンプも少し遊んできましたよ。このゲームは A ボタンを押してゲージが溜まったら A ボタンから手を離すだけなので、私でもできましたよ。1回目は必ず失敗するんだけどね。さあ、緊張の瞬間、リベンジマッチだ。これ最高得点でクリアしたってことでいいのかな？レアアイテムゲット。はい、ラボタマは以上です。びっくりした。家帰ったらね、データほとんどなくなってたの。最初から録画ボタン押せてなかったのかもしれない。ダウンロードできるアイテム全部一個一個丁寧に撮影してきたのに、なくなってた。泣いてまうど。そしてシャイクッチとの結婚シーンとか可愛く撮れたって喜んでたところもデータ消えてました。私の仕事のついでとはいえね、睡眠時間3時間しか撮れてないのに、眠気を我慢しながら4時間も運転して撮影に挑んだのに悲しすぎる。さすがに人目が気になりすぎて、その場で録画確認とかはね、できなかった私には。反省。見バレしてお店に迷惑かかるのも嫌だし、居座ったのに何も帰らないで帰ってくのも失礼すぎるので、たまごっちグッズも買ってそそくさと逃げるように帰ってきました。で、撮影できていなかった部分はお話ししていこうと思います。まずパシフィックアイランドはラボタマで3月から始まったゲームです。やったことなかったんですよね。ゲットしたアイテムお見せしたいと思います。ブサイク。ここです。
デイジュリドゥってなんだろう。サーフィンプール、サンゴランプゲットしてきました。で、コアラブッチ、カモノハシッチとブリードしたかったけど、ブリードボタンは押せなくなってました。期間中にブリードできるアイテムは決まってるのかもしれませんね。ミニゲームは簡単でしたよ。散髪した羊さんを数えるゲームだったんですけど、ゲームセンス必要なかったので景品ゲットできました。これ買おうかな。デコアイテムかな。やったあったあったあった。これおわらっち課長ゲットできました。やったー。この熊の実のメガネとかもね、全部欲しかった。かわいいよね。ゲームって失敗すると景品はもらえないし、これ全部もらうためには最高得点と、あと少しでクリアっていうラインと、中間くらいの成績とか調整できないと、これ全部はゲットできないってことかな。難易度高くねちょっと私には無理かな。そしてタマッチョキャンプ。タマッチョキャンプもやってきましたよ。こちら。ランニングマシーンとバーベルラックと筋肉アピール台おもろ。これ読める？マッチョな抹茶モナカマッチョな抹茶モナカ言えない。マッチョな抹茶モマッチョな抹茶モナカ早口言葉かよ。ご飯もあったはず。あ、これだ。プロテインサラダももらってきました。これさ、一度ダウンロードしたらショップで無限に買えるんで、ラボタマいけないお友達にも通信でお裾分けできたらいいのにね。私も5台機種あるので全部の機種に渡したいんだよね。さすがに全部の機種分あそこでやるわけにはいかないからね。大きいお友達はその度に1万円ぐらいお買い物してくれるならお店にもメリットあるだろうけどね。難しいよね。そしてブリードもやってきたんです。じゃじゃーん。思いっきりデコってますが、こっちがブルーウォーター、こっちがジェイドフォレストです。この顔の面影で誰かわかる今回は2人ともシャイクッチと結婚してきました。やったー。シャイクッチの子孫はこちらです。2人ともシャイクッチって顔してるよね。今のところ計画としては、こっちは陸エリアにいるので、エリマキトカゲみたいな子にしたいんですよね。なんかシャイクッチのピエン顔になったらどんな風になるだろうと思って楽しみにしてるの。ただね、途中から遺伝子変更しちゃったんでご覧ください。肉2つにミール2つなのこれどうなってんの？この場合誰に進化すると思う？ミールワームが勝てばエリザードッチになると思います。肉の遺伝子が勝っちゃえばグマックスになる予定です。で、こっちの白い子は白い体が可愛かったのでコウモリのバッジにしようかなって思ってます。可愛くない？もうこの姿だけでも可愛い。白い鳥さん可愛いよ。そして気になっていたビッグたまごっち。今回私は動画にも映ってましたが、天空の虹ドーナツっていうものをあげたことで紫の子になりましたね。もらえたミニマウンテンもお見せしたいと思います。もうフィールドに飾ってるの。これ可愛くない？この子はクモの遺伝子が細胞についたら変身するので、あのドーナツをあげると覚えておいてください。で、ここから他の子は試していませんが考察タイムに入っていきますよ。映像に映っていた食事一覧は大地のサラダ、海洋ポセイドン、でっかいモモマン、トロピカルドリあんみつ、ドカ盛りアイスクリームです。これを見てください。皆さんも気づいたんじゃないですか？すべて今まで発売したたまごっちのエリアに基づいた食べ物ですよね。私の予想では陸が大地のサラダ、水が海洋ポセイドン、空が天空の虹ドーナツ、森がでっかいモモマン、南国がトロピカルドリあんみつ、氷がドカ盛りアイスクリームではないでしょうか。今回このラフレシアクッションをくれたオレンジの子は南国のイーブイみたいなものなんじゃないかな。ということは陸のピンクの子を育てたい人は大地のサラダをたくさん食べてフラワースタンドをゲットする。水の水色の子を育てたい子は海洋ポセイドンを食べて水鉄砲をもらう。森の緑の子はでっかいモモマンで金をもらう。氷の白い子はドカ盛りアイスクリームでバレルサウナがもらえると予想してます。この情報を参考に何色の子にして何のアイテムをもらうか決めてからお店に行くといいですよ。この時期ね、もう夏休みでしょ。混雑することも予想できますので、進化までに5個以上ご飯食べさせるので全部いっぺんにもらってくることはできないと思います。ですのでご利用は計画的に。ちなみにね、これのミニゲームはできませんでした。輝く笑顔マスク欲しかった。一番くじの前だから買い物しないようにしたかったのに、とんでもないものも見つけてついつい連れて帰ってきちゃったので、そちらもお見せしますね。いきます。じゃーん。
もう画角に入んない。でかー。夏の盆踊りパッチくんって感じじゃない？かわいい。最高すぎる。帯とかかわいすぎる。スカートピラン。わお。で、縫いはね、これ1個しかありませんでした。もうラスト1個だったの。これ他の種類もきっとあると思います。豆っちとか耳っちとか。キーホルダーだったら種類が豊富で、これの耳っち、めめっち、フラワッチバージョンありました。ででーん、この子を連れて帰ってきちゃったの。銀ちゃんも着物着てるんだよ。これキーホルダーバージョンなので、これぐらい大きさに差があるんですよ。かわいいでしょ？後ろはこんな風になってます。ちゃんと触ったらこの辺にね、手がある。ちょっと手が短すぎて袖から出てはこないんだけど、あります、ここに手が。かわいい。これぜひみんなも買ってみてほしい。かわいいよね。そしてこのシリーズの縫いで視聴者さんが教えてくれた白玉バージョンも買いました。ウェーイ。かわいい。はい。まだ進化しなさそうなので楽しみは後に取っておきますか。この1週間パソコンに向かいすぎて腰が痛いのでそろそろ休みます。たくさん動画を出したので喜んでくださる人がいっぱいいて、私一人で期待に応えようとすると体壊しちゃうので、編集してくれる人とか探してみますので、いい人が見つかるまでは週1投稿でいくと思いますのでご了承ください。視聴者さんの中で Adobe Premiere Pro でガンガン編集できるから手伝うよっていう人いたら X かインスタで DM ください。私のことを何も知らない凄腕の編集マンさんに外注するよりも、ファンの方の方が私の編集スタイル分かってると思うんですよね。私がよく使う効果音とか、悲しい時に使う BGM の雰囲気とか、テンポを速くするシーンの BGM とか、iPhone だったらこのシーンはこんな風に編集するよなーなんて考えながら、愛のある編集をしてくださる方が見つかると嬉しいなと模索中なんですよね。とは言っても高価なパソコンも持ってて、プレミアも使ってて、なおかつ編集もできますなんて人はなかなかいないので、外注できたら少しずつ投稿頻度を上げたいんですよね。なんせテロップ作業の他に海外向けの字幕も作っていて、翻訳されやすいようにたまごっちはすべて公式ホームページからキャラクター名を調べて英語表記にしたり、私がタマパラって発言したところはたまごっちパラダイスって全部英語表記に直したり、たまごっちっていう単語自体自動翻訳にはならないので、卵って翻訳されちゃうんですよ。それを防ぐためにたまごっちも英語表記にしたりとかするので、1本の動画にかなりの時間がかかるんですよね。その辺を汲み取ってくださるってファンじゃなきゃできないよなとか思うんですよね。例えば口パッチはパッチくんって表記しても日本大好き海外勢の人には伝わると予想してるんですけど、新キャラのポイズッチをポイズンってあだ名で呼ぶのは伝わらないからポイズッチって字幕つけようとかね、その辺を考えてやってくれる人を望むことは難しいとは分かってるんですけど、私のその分の時間を企画や撮影に当てることができたら週2投稿しながら自分の本業も回せるかもとか思ってるんですよね。素人ですけど手伝いたいんですっていうのはちょっと難しいので、お気持ちだけ受け取ります。その場合はね、動画や配信をコメントで盛り上げて参加してくださることが一番の私への応援になっておりますので、皆さんは無理なくできる限り押していただけると嬉しいです。今応援してくださる子さんファンたちをさらなる高みに連れていくことが私の目標なので、高評価チャンネル登録をして応援をよろしくお願いします。それではまたねー。